はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。あといつも月末に翌月の星の動きを LINE で皆様にお送りしていますので、お友達登録まだの方はぜひ概要欄や今見えている QR コードからお友達登録お待ちしております。よろしくお願いします。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド8の逆、ワンド2の逆、鳳凰逆、ワンドのページですね。マジシャン逆、お月さんと節制逆。気をつけることや対策はカップの7とワンドの3逆とオラクルは太陽です。太陽、逆位置ですけど別にこのカードが出ること自体がやっぱりすごいですからね。ちょっと星のことを先に解説させていただくんですが、やはりね6月21日っていうのが夏至で、この1年の半分の時ですよね。とてもいい区切りになると思います、これは。そしてこの6月21日までコツコツ頑張ってきたことっていうのがなんか悲痛なところに流れ着くみたいな感じになってくると思います。6月21日以降は6月21日以降の方が対人関係は活性してきますし、人との関わりもしくはつながりたい人とつながる必要なものとつながっていくっていう流れが強いんですね。そんな感じです。でまた前半ここまでの流れ、6月21日までの流れの中でご自身の中で感じてきたことや育ってきた感覚、そして今の自分だからこそ出てきている、今の自分だからこそ感じている何か希望だったりとか夢だったり目標っていうものをしっかりと自分の気持ちの中で心の中で温めながら必要な人とつながっていくっていう流れになっていくと思います。そしてカードで見た時にまずやっぱり入り口がね、ワンドの8の逆っていうのはご自身の中で準備ができているできていないっていうもの関係なく、もうなんか動かされるっていう感じですかね。動かなきゃいけないというか、本来だったら自分が動きたいって思って覚悟して決めて準備して動くみたいな、そういう順調な流れがあるとした時に自分の気持ちではもうちょっと納得したいとか、もう少し準備をしたいとか、なんかもう少し状況が整ったら頑張りたいなと思っているかもしれないですけれども、流れは待ってくれないっていう感じがあり、もう流れてます、もう流れていきますみたいなそんな感じがあります。そこになんだかちょっと待ってみたいな感じでちょっと戸惑っている感じがありますね。これは頭の中で理解しようとか、きちんと状況を把握して全てを収めてから納得して何か行動したいと思っていると、なかなかそこにその納得いくだけの時間というものが与えられないという感じがするんです。でただ星の流れでは今本当にチャレンジしていくよねとか頑張っていくよねっていう何かを作り出していくとか想像していくとか表現していくとかチャレンジしていくっていうところにやっぱりエネルギーの光が当たっているので、何かやっぱり動かされるというかね、やるしかないみたいな、そういう感じがあると思います。でその何かをやるって言った時に、ちょっと不安材料があるから、その不安材料を埋めるだけの情報だったりとか、なんか補填したいものとか、安全牌を並べておきたいみたいな感じですよね。絶対これで大丈夫っていうようなものを並べておきたいけれども、その周りの状況が全て整ったから OK っていうことではなく、一番大事なのは自分の気持ちとマインドセットっていう感じがしますので、もうご自身がどのように変わりたいと思っているのか、もしくは変わりたくないとしても、じゃあどのような自分を維持していきたいと思っているのかっていうことに尽きるなっていう感じがします。現状のところではトランスフォーメーションというカードが出ていて、これはワンドのページというカードになりますけれども、自分の中からね出てきた思いを着実にしっかりと慎重に何か作っていきたいっていうカードなんですが、このデッキでいうとやはり改革していく、何かが目覚め始めていく、
自分の何を目覚めさせたいのか、自分の何を信じてやっていきたいかっていうのが問われているっていう感じです。私はこれを守っていきたいっていうんだったらそれを守ればいいし、変わりたいと思うなら変わる自分を信じて進めばいいっていう感じですね。そしてここでもうマジシャン、ムーン、節制ってダイヤルかな、ボンボンボンと出ているので、やはり押されてるなって感じがすごくします。でも自分が本当に頭で納得しているかどうかって言ったら納得してませんっていう感じがあるので、気持ちは気持ち的にもしモヤモヤしたり心配事があったりしたとしても、もしくはもっとあれしたいのにこれしたいのってあったとしても、現状を見た時に動いてませんかっていうのをちょっと客観的に見てみてほしいんですね。そうするといやいや、確かに動いてますと、自分がただ動きたくないとかもうちょっと待ってって言ってるだけですみたいなものを感じるかもしれませんし、何が自分を止めてるんだろうとか、何が自分の可能性をもう少し確実なものにしたいんだろうっていうのをちょっと考えてみるといいかもしれないですね。何かを納得したいわけですよね。何がどうなれば納得するのって言った時に、それって本当にそれが叶ったら許可証として使えるんですかっていう感じがあって、それなくても自分の気持ちがもう OK だったら OK じゃないですかみたいな感じです。ですので普通で読むと新しくスタートしていく空気感や流れはあるけど、ちょっとまだ自分ではまだもう少し時間かけたいとか、ちょっと止まっとってるっていうこともあり、それはなぜかっていうと、このまま進んで大丈夫なのかっていう心配材料があるからっていう感じなんですね。でも心配材料っていうのはある一定のところまで行ったら消えるというものではなく、どこまで行ったって何らかの心配材料は出てくるのだから、今の状況の中で自分が何を選択するかだけだよみたいな感じで言われています。そして自分のことを縛っているのも自分だけっていう感じですね。でおそらくこの時期ヤギ座の皆さんに与えられている恩恵としては、特に6月21日以降は人間関係、人とのつながりっていうものがすごく力になるんですね。ですからご自身の中でぐるぐるしてしまっているところを、やはり誰かの言葉だったりとか誰かの行動を見て、やっぱりそうだよねとか、何か気づきを得て自分の中でぐるぐるしていたものっていうものが解き放たれていくんだろうなと思います。ただなんでここでねカップの7っていうのも出ていて、いろんなことをねやっぱり想像しやすいんですよね。やっぱりこれは今何かを生み出せる時だよとか、挑戦していきやすい時だよっていう時だけに、何か本当に建設的な具体的なものだけじゃなくて、いろんな不安材料も自分の中で想像しやすいとか、いろんな可能性っていうものがあるのでね、100% 0100で何かが行われるってことはないと思っていてください。不安定な中とか不確定の中にある可能性に引きつけられていきながら進んでいくんだよっていう感じがします。でいろんなアイデアが湧いたり、こうかなああかなっていうこと自体全く悪くないので、その自分の思考が自分を止めてるっていう、一部止めてますけど、一つはいろんな可能性も開いていってますよねっていう感じもします。そしてなんだかんだ言いながらやっぱりでも進んでますよねって感じですよね。未来に向けてのエネルギーは進んでいるっていう感じがすごくします。今感じてる葛藤や恐怖や、もしくは努力やってることっていうのは、やっぱりそれって自分のためになってるって感じますよねっていう感じがします。そしてね、オラクルがやっぱ太陽ということで非常に強い力に守られてるなっていう感じもしますし、もう一つは太陽のように明るくパーッと、もう細かいこと気にしないみたいな感覚でいくのもいいと思います。要するに一つのねこのもう今引いてるクロスとかもそうですけど、布をねパッと見た時に明るい光でパーッと照らされたらすごく綺麗な布に見えるけれども、細かい虫眼鏡とかで見たらすごい荒々しい布の折り目が見えるとか汚れが見えるっていうのと同じで、今はちょっと広い視野で明るく物事を照らして見てみてねって感じがしました。でこれを踏まえた上でちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事
そうですね。何かね、ご自身の中で何とも言えないモヤモヤ感みたいなのがあるのかなって感じがするんですよね。でこのモヤモヤ感っていうのは本当になんかもう悩んじゃってどうしようとかいうことではなくって、現状がもうどうしようもなくなんか問題だったら変えるしかないんだけど、今の現状もそこそこうまくいってるがゆえにどうしようみたいな、これを変えるにはちょっともったいないかもしれないし、かといってなんか新しくやるには、いろんなこともまた出てくるしみたいな感じで、その現状悪くないがゆえの選択肢がたくさんあって、ちょっといろいろ考えてるのかなって感じがするんです。なのでこういう時は要するに本当に自分自身が求めているものは何なのかっていうのを感じてみてください。仕事として見た時に、ビジネスとして決して悪くないですよと。でそしてちょっとね、あえて言うとですけども、何にもしなくても何かがやってくるっていうわけではなくて、多少ね自分でちょっとこう余計なものを避けながら進んでいかなきゃいけないよって感じもするんですね。なので、いいかって言っても全部手放していると、ただごちゃごちゃといろんな責任があるなって感じですけど、ある程度それは自分の中でこう優先順位をつけて、ちょっとこう自分がやりたい方向にこう自分で行けるように整理しなきゃいけないんだなって感じがします。ただ仕事で見てもやはり人間関係、特に同じぐらいの人、もしくはちょっと目上の人からの優しい申し出があったりとか、思いやりのある言葉をかけてもらったりとかっていうのもあるので、人間関係は悪くないんですよね。なのでなんかこう自分がその物事とか人とか可能性とかいろんな役割に埋もれてしまうみたいな、そういう感覚から、自分はどのような状況だったとしても今自分はこれを選択してここにいるんだっていう感覚でいていただくと、物事がだんだん整理されていって、別に現状も悪くないし、じゃあなんかいつ動けばいいんだとかどうすればいいんだっていうことも自分の中で分かってくると。でそれを本当に自分の中だけで答えを出すのではなくて、誰かやはりね一緒に仕事をしていく人だったりとか関わっていく人、取引先の人の、考えやアイディアや話とか状況を聞いて、それが一つの目安になって動いていくんだなって感じがしました。それとね、もう一つ人間関係を見てみます。人間関係ね、星で見たら今すごくいい時ですから、でも星でねいい時って意外と試されたりするんですよね。いいからこそ試されるっていうのは結構あるんですよね。でこのカードで見てもソードの6にデビルにペンタクルスっていうのは、やはり何かしら人との関係性っていうのは活性していく、なんか人と関わりやすいとか、自分がどっかに行って人に会うとか、そういうのはある感じがします。ただその中で例えばですけど10人会ったら10人とも最高でしたっていうよりは、何人かはこういう人とはもう関わりたくないなっていう人ともう関わりつつ、自分が本当に求めている人っていうものが分かってくるよっていう感じで、その他者を通して自分の本当の価値を知れるっていうのはすごくあるみたいです。これとてもいいことですよね。他者が自分を傷つけたり自分をなんか悪いようにしようっていうことではなくて、他者を通して見せてもらっているっていう感覚で、自分の本当に求めるものや好きなものやどうありたいか、どんな関係を築いていきたいかっていうことも他者を通して自分の中から湧いてくるよっていう時なので、そこさえしっかりしていれば何も問題ないんです。なのでちょっとこう反面教師みたいなね、人と関わって気づきが得られるかもしれませんね。そんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚引いてみたいと思います。もしですけどね、人間関係がいい時って言われていて、でもいや私はもう誰とも関わりたくないんですっていう方は、その関わることによって何が来ると想像しているんだろうかっていうふうに思ってみるといいかもしれないですね。例えば人間関係がいいですって言った時にやったーってすぐ思う人っていうのは、何か期待があるわけじゃないですか。人を通して何かいいものが来るとか、なんかいい人と出会うとか。でももう関わりたくないんだって思ってる人っていうのは何を恐れているのかっていうものがしっかりと自分で確認できれば、そうじゃないものっていうものを引き寄せられますので、闇雲に怖がるとか避けるっていうことをしなくても、自分にぴったり合った人
が出てくる。そしてこういう時、いい時っていうのはね、いつも思うんですけど、自分の頭で自分が怖がって嫌だなとか苦手だなと思っていたとしても、宇宙はもっと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 大きな恩恵として与えてくれてるチャンスだったりするので、その経験を通して何か気づきを得られる、人間関係に対しての自分のコンプレックスを一つ解消できるとか、いい気づきが出てくるんだろうなと思います。はい。はい、吉田さん。いいですね。このカードを見てどんなことを感じるでしょうか。皆さんの直感を使ってメッセージを受け取ってみてください。いいですね。なんかこう、何かの決断をしたり、こう予言的なね、アドバイスやガイダンスが来るよっていう感じがします。何かまだ見えない可能性があって、それに対してのなんかアドバイスや予言が来るっていうことで、やっぱこう人を通してそういうものが出てくるんじゃないかなと思いますし、やっぱりね、オラクルが太陽っていうのは本当に強いです。そんな心配しないでください。光を当ててください、自分の可能性にね。はい、ということでここまでしておきたいと思います。またね、次回6月末ぐらいに次の動画アップしようと思ってるんですが、もしよかったらね、こんなこと聞いてみたいっていうものがあれば、ぜひコメントでお寄せください。できるだけ皆さんのコメントを拾って、それをちょっと頭に入れながら次のね、またリーディングをしてみたいと思います。はい、ということでありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。